こんにちは。今回は私の塗り絵コレクションアート3をお届けします。一冊目は井田千秋さんの憧れのお部屋です。憧れのお店屋さんに続く井田千秋さんの塗り絵第2弾です。憧れのお店屋さんは2018年に私が初めて買った大人の塗り絵の本です。当時は発給会社員だったので一冊だけしか買えず、この2冊のどちらを買うかすごく迷った記憶があります。私の塗り絵コレクション、パート1、2を投稿した時から約1年で塗り絵が11冊も増えました。私の場合、趣味に使えるお金は限られているので、塗り絵や画材はかなり吟味して購入しています。ステッドラーの水彩色鉛筆とゲルインクボールペンを使用しています。シンプルで余白が多いイラストなので、水彩色鉛筆を選びました。広い面を塗るときは、水彩で時短することが多いです。背景だけ水彩色鉛筆で塗って放置しているページです。夏が終わるまでには完成させたいと思っています。憧れのお部屋はずっと欲しかった本なので、塗りたいページがたくさんあります。2冊目は、倉橋玲さんの秘密の物語です。倉橋玲さんのイラストは、ヴィンテージな雰囲気でとても可愛いです。洋服や小物などは自分で書き込んでアレンジできるようになっています。渋可愛いイラストなので、紙物と相性が良さそうだと思い購入しました。先ほどの井田千秋さんの塗り絵と同じ日本防具社が出版しており、本のサイズも紙質も同じです。コラージュ塗り絵のやり方の動画で使ったページです。女の子の髪についているリボンが桜の花びらに見えたので、一部桜の気にしてみました。シンプルに小物が配置されたページと、背景に細かく柄が描かれているページがあります。サクッと塗りたいときはもちろん、がっつり塗り込みたいときにもちょうどいいです。左は春、右は夏のページです。デザインペーパーやシールを貼っています。海の丸はシルバーのペンで描きました。背景に貼った空や海のシールは100円ショップで買ったものです。3冊目は大出ゆか子さんの動物たちのファンタジーシーズンです。ページの左下にジャニュアリーなどと月が書いてあり、その季節にちなんだイラストが描かれています。描かれている動物のキャラクターがどの子も可愛くてお気に入りの塗り絵です。お気に入りなので失敗したくない気持ちが強く、なかなか塗り進められないでいます。水彩色鉛筆とラメ入り絵の具で途中まで塗っています。水をたくさん使ったので、紙がベコベコになりました。この本も日本防具社の出版で、前の2冊と同じサイズと紙質です。水彩でもある程度塗れますが、たまに裏写りする時があります。何年も前に本屋さんで見つけて欲しかった本なのですが、塗り絵をする時間があまり取れていなかった時期だったので、塗る時間ができた時に買おうと思い、後回しにしていました。そうしているうちに絶版になってしまい、この本はメルカリで中古を購入しました。4冊目は川村織江さんのおとぎの国の猫と仲間たちです。このページはアティクスの色鉛筆で塗っています。猫ちゃんたちがいろいろな物語の世界に入り込んでいて、不思議で可愛いイラストです。カラスのパン屋さんとジブリをイメージしたページだそうです。このページを塗りたくて買ったのですが、色に迷って塗り始められないでいます。この本は水彩と相性がとても良いです。
水をたくさん使っても紙がベコベコになりません。猫以外の動物もたくさん出てきます。描かれている猫の種類も多くて、猫好きの方は見るだけでも楽しいと思います。イラストが細部まで書き込まれていて余白が少ないので、背景に悩まなくて済みます。著者の方がカラーサンプルをインスタグラムに投稿していたので、塗り絵の見本が欲しい方はそちらを見てみてください。5冊目はポチさんのぬいぐるみたちの真夜中のお茶会です。うさぎさんのメル偏空想図鑑と同じインプレスのときめく塗り絵シリーズの本です。ネズミのイラストが可愛くて私のツボに刺さりました。塗り絵は第1章から4章に区切られており、物語のようになっています。全部塗り終わったら絵本みたいになりそうです。表紙やカラーサンプルのネズミの色はグレーですが、気にせず水色で塗っています。見本と同じように塗るのも楽しいのですが、違う色を使って塗る方が好きです。私が同じように塗っても、見本の介護感になるので、色を変えることで技術をごまかしているつもりです。私は可愛い塗り絵と食べ物の塗り絵が好きなのですが、この本はどちらも兼ね備えていてかなり好きです。可愛いぬいぐるみたちが人目を盗んで真夜中にパーティーをしているという設定が可愛すぎるし、ファンタジーな世界観がとても魅力的です。6冊目は美味しそうな塗り絵ブックです。パート2で紹介したヨーロッパの可愛い風景写真塗り絵と同じブティック社の本です。塗り絵をしてダイエットという寝言に惹かれる人はいないと思いますが、ダイエット目的での購入はお勧めしません。私はこの本を眺めるのはとても好きですが、どんどん食欲が湧いてきます。風景写真塗り絵の方も1枚も完成していませんが、食べ物塗り絵好きとして買わずにはいられませんでした。この本は A4 サイズと大きめで線も細かいのでなかなか塗り始められないでいます。今年中に1枚は塗りたいなと思っていますが、水彩では塗りにくい紙質だったので、色鉛筆で少しずつ塗り進めることになりそうです。写真がお手本だとリアルに塗りたくなって、より時間がかかりそうです。食べ物の塗り絵は茶色っぽい色をたくさん使うのですが、この本はカラフルな写真が多くて見ているだけでも楽しいです。食べ物と一緒に写っている風景や建物も素敵ですね。ダイエットには向かないと思いますが、和洋中とバリエーション豊かで世界旅行気分になれます。7冊目はジョリョングさんのオムライスジャムジャムです。詳しい中身は他の動画でレビューしているので、そちらをご覧ください。アティクスの色鉛筆で途中まで塗りました。知らない食べ物もあって、塗る色に迷います。こちらはコピック練習用に買った3冊です。中村祐介さんのからミーです。コピック用と言いつつ、色鉛筆で塗っています。中村祐介さんがこれまでに描いた書籍の表紙や CD ジャケットなどのイラストが塗り絵になっています。以前インスタグラムのキャンペーンにあたり24色入りのコピックをいただいたのですが、使ってみてとても楽しかったので、メルカリで中古のコピックをまとめ買いしました。新品は高くて手が出せませんでした。中古品はインクが少ないものもいくつかあったので、補充インクはキャンペーンでいただいたお店で購入させていただきました。いただいたご恩もありますが、
一番安かったので、これからもお世話になります。ペンでなぞったり、書き足したりするページなので、線が薄いです。端末に見本もあって参考になります。9冊目は中村祐介さんの2冊目の塗り絵のカラーミートゥーです。オピックで塗った後、水面の波にラメ入りアクリル絵の具を使いました。ラメが映らないので照明を変えてみましたが、これでもあまりわかりませんね。実際はもっとキラキラしていて可愛いです。先ほどの本は横開きでしたが、この本は縦に開くようになっています。どちらの本も切り取り線がついていて、切り離して塗ることもできるし、塗り終わったら作品を飾ることもできます。中村祐介さんの作品は、夜は短し歩けよ乙女と、四畳半身は体型のアニメしか、きちんと見たことがないのですが、一度見たら忘れられない絵柄で、とても惹かれます。白い肌のイラストが特徴的なので、肌に色をつけるだけで、自己流で塗りました感が出るのは良いです。全体的に細かい絵柄が多いと思います。片面印刷なので、アルコールマーカーや水彩でも裏写りを気にせず塗ることができます。私が持っている塗り絵は両面印刷のものばかりだったので、片面印刷でお気に入りの塗り絵が見つかって嬉しいです。こちらの本にもなぞりが起用のページがあります。元のイラストの派手な色使いも、私が今まで持っていた塗り絵とは違う雰囲気で、新鮮で楽しいです。10冊目は、SS イラストカラーリングブック、塗り絵ボリューム1です。2018年に出版された本で、書店で見かけたことはないのですが、メルカリで安価で出品されていたので購入してみました。いろいろな作家さんのイラストが塗り絵になっています。可愛い女の子のイラストがたくさんあって、一冊にいろいろな絵柄が入っているので楽しく塗れそうです。アニメのような可愛い人物の塗り絵が好きな人におすすめです。作家さんによって線の色や太さ、イラストの細かさなどが違います。一部、線に色がついているページもありました。細かくて難しそうなページもありますが、いろいろな画材で挑戦してみたいです。コピックのイラストメイキングも充実していて良いです。見本も全ページ分ついています。最後はボールペンで塗り絵、パリの旅です。ボールペンで隙間時間にさらっと塗るのも楽しそうだなと思って買ってみました。B5 サイズくらいの小さめの本なので気軽に塗れそうです。本はリング閉じで紙を厚めです。ボールペンだけでなく水性ペンや色鉛筆などで塗っても楽しそうです。アリは洗練されたおしゃれなイメージなので、おしゃれで可愛い配色で塗りたいです。最近ボールペンも増えたので、また動画で紹介しますね。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。